金子美也です。普段、場所について考えてるんですけれども、その普段人が喋ってすぐ忘れてしまうような話であったりとか、こう自分自身も覚えていないような出来事っていうのがその都市であったりとか、その場所の雰囲気とか、その人自身のその場所に対するイメージにつながってるんじゃないかなっていうのが、興味の一番根幹にあって、でそれがベースになるので、こう人と関わりながら喋ったりとかしながら作品を作るっていうことをベースで進めています。今回のバザールでもその未発見の小惑星観測所っていう、パフォーマンス兼、ワークショップ兼、公開制作みたいなことをやってるんですけれども、それのベースになったのが2年前の小金町バザールで、ちょうど一番コロナが外に外出するのがこう厳しいっていう状況の時に初めて小金町でその未発見の小惑星観測所っていうのをやりました。その時に小金町に見に来る人たちってやっぱり作品を見慣れているっていうか、その横浜の他の作品も見ていたりとか、アートにこう関わるっていうことに対してすごい垣根がないっていうかっていう印象で、その時もその電話番号を公開してってやってたんですけど、その話してくれる内容も横浜の話だけじゃなかったりとか、そういうアートとかそういうものをつなげつつ話してくれたりとかっていう経験があったので、それが私の中で小金町ってすごく小金町っていうか横浜がアートに対してすごい人から受け入れられやすい場所だなって思ってます。今回その2年前と明らかに違うのが、電話番号を公開している場所と私自身が公開制作をしている場所っていうのが少し離れていて、でそれなんでかっていうと、その場所で電話番をしても、私がどこで何を書いてるのかっていうのは電話してる人にはちょっと分かりにくい状況なんですね。でも他のバザールの方の作品を見て回っているうちに、私もその範囲内で公開制作をしているので、必然的に見つけていただくことができるかなっていう作品になっています。で、やっぱ今回すごく印象的なのが、電話かけてくださる方の多分7割くらいが結構女性の方が多くって、で話してくださる内容も例えば実際の場所の話じゃなくて夢の中の話とかもいいですかとか、もちろん私はそれでも話を聞いて、でそれをもとに地図を書くっていう公開制作をしています。あと2週間ぐらい週末に書くんですけれどもあるので、また今後お話聞くのが楽しみです。私がちょっとこれ場所のヒントになっちゃうんですけれども、高架下がやっぱり環境的に目のつく場所にあって、で高架下に使われている仮囲いに、グラフィティが書かれていたりっていうものを普段目にしているので、そこからちょっとグラフィティっぽい要素を取り入れつつ作品にしたいなっていう意図から、今回その仮囲いを探してきて、でそれを指示体に書いています。